皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。満開になった河津桜にも少しずつですが緑の葉が出てきて花が散り始めてきました。来週末にはどれだけ花が残っているのか、花が散るのは寂しいですね。今日はこのレインドロップス2鉢と他にも少し気になっている多肉がいくつかあるので、その多肉をピックアップして植え替えしていこうと思います。ちなみにこのレインドロップスですが、2021年の4月に購入したものになります。それから植え付けして一度も植え替えしていないため、土もカチカチに固まっています。もう一つ気になっているのがこのアリエルです。このアリエルも初めは本当に大きい株で可愛かったんですけどね。そしてもう一つはこのカンテです。このカンテも大きくなり鉢が少し小さくなっているので、このアリエルの大きな鉢に植え替えしようかなって思ってついでに持ってきました。レインドロップスは茎が伸びていて胴切りするか迷ったんですが、とりあえず今日は胴切りなしで植え替えしていきます。そしてアリエルの葉ざしを育てていたのがこちらになります。このアリエルも大きくなってきましたが、よく見ると石化しているんです。それでははじめにこのアリエルから植え替えしていこうと思います。去年一度植え替えはしているんですが、それからどんどん調子を崩して今のこの状態になってしまいました。根を見てみると新しい根はほとんど出ていませんでした。これは植え替える時期を間違えたのかな。古い根がカリカリに枯れています。これではどうやっても水を吸えないので、葉がどんどん枯れてしまったのはこれが原因のようですね。それでもこのアリエルがなぜ石化になってしまったのかはわからないんですけどね。ついていた枯れ葉をすべて取り除き、今回は苗も小さくなってしまったためにこのビニールポットに植え替えしていきます。デカベリアだったアリエルをこの小さなビニールポットに植え替えるのはとても残念です。やはり水はけの良かった鹿沼の細流にそのまま植えていた方がアリエルにとっては環境が良かったのかもしれませんね。今回この小さなビニールポットに植え替えることで、また以前のように大きなロゼットで元気なアリエルに戻ってくれることを願うばかりです。ポットの横に葉ざしを刺してアリエルの植え替えはこれで完了です。先ほどアリエルを植えていたこの鉢に今度はカンテを植え替えていこうと思います。アリエルも植え替えたばかりなので土もとても綺麗でした。カンテをポットから抜いてみるとポットの下までぎっちりと根を張っていました。根を崩さずにそのまま植えようと思ったんですが、やはり少し背が高くなってしまうため、そこの根の部分と肩部分の土を少し落としていくことにします。これカンテは肥料が好きなので化成肥料を入れています。これはいつも使用している IB の力です。ついでに葉の付け根から完全に枯れている葉をきれいに取り除いておきました。苗の周りに土を入れていくんですが、この時苗がぐらつかないように指を使ってしっかりと苗を押さえ込んでいきます。完全に根を崩していないので、新しい土と古い土がしっかりと馴染むようにピンセットでつついておきます。後で動画を見返してみると、そこまでぎゅうぎゅうに指で押したらかえって根を傷めてしまうんじゃないと自分にツッコミを入れてみたくなっちゃいますね。
これでカンテの植え替えは完了です。このカンテはずっと同じ方向を向いていたので、ロゼットが少し傾いてしまっています。今日は新しくガーデニンググッズを購入したので、それもご紹介しておきますね。このガーデンスコップなんですが、オランダのガーデニング用品のブランドのものになります。デザインも素敵で、ステンレス製でとても丈夫でしっかりとした作りになっています。吊り下げ用の紐は本革です。2つ目は小鳥のオーナメントがついたこの麻紐ホルダーです。小鳥部分をくるくる回すと上部分が外れて麻紐をセットできるようになっています。麻紐ってたまに使うんですが、どこに置いたのか、どこに入れたのかしまい込んでわからなくなってしまうんですよね。これなら決まった場所に置いておけるので、探す手間も省けると思い購入したアイテムになります。見た目も可愛くて、ハサミのホルダーがついているのもお気に入りポイントです。動画の概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。最後はアイアンの S 字フックになります。デザインが気に入り、一目惚れ。なかなかこういったデザインの S 字フックって見かけないので、小中2つずつ購入してみました。これより一回り大きなサイズもありましたが、一つ試しに購入してみればよかったですね。作業に戻り、一番気になっていたこのレインドロップスを植え替えしていきます。下葉が落ちて勝手に葉差しになっていたレインドロップスの葉ですが、しっかり根が出ていますね。これ、芽が出てくれると嬉しいんですけど。はい、いよいよ鉢から抜いていこうと思ったんですが、約2年弱の間、一度も植え替えをしていないため、この小さめのスクエア鉢いっぱいに根を張っていました。しかもよく見てみると、水はけを重視していたので、半分はヒューガの軽石の小粒が入っていました。その上に鹿沼土のみを使い、このレインドロップスを植え付けしていたみたいです。道理で外葉だけがよく枯れるなと思っていましたが、これだけ水はけがいいとお水好きのレインドロップスもちょっと水が足りなかったみたいですね。鹿沼土をきれいに落として根を見てみると、見事に四角い根っこができていますね。続けてもう一つのレインドロップスの方も鉢から抜いて根を見ていきましょう。こちらも先ほどのレインドロップスの鉢と同じように、鉢底石にヒューガの軽石の小粒が入っていて、その上に鹿沼土の細粒が入っていましたね。いつも思うんですが、鹿沼土で植えた多肉植物の根はとてもきれいに生えています。しっかり根が張っているので、振ってもなかなか鹿沼土が崩れてくれません。こういう時はピンセットで軽く根をつつき、土を振り落としていきます。このレインドロップスの根もやはり鉢の形で四角くなっていましたね。綺麗な根が生えていますが、一度根をリセットしたかったので、半分ほどレインドロップスの根をカットしています。カットした後の根はこんな感じになりました。これでもまだ少し根が長い気がしますが、今回はこの茎の長いまま胴切りせずに植え替えするので、このレインドロップスの苗を植え付けするときに、この根でしっかりと土に安定させて植えるために長めに根を整えました。そしてこのレインドロップスを植え付ける前に枯れ葉をきれいに取り除きました。こうして
レインドロップスの茎を改めて見てみると、太くなっているところもあれば細くなっている箇所もあり、多分この茎が細くなっている時期に水が足りなかったんでしょうね。今回はレインドロップスを同じ鉢に植えておきたかったので、この少し横長の鉢を選んでみたんですが、こんな感じで2本並べて植え付けしていこうと思います。レインドロップスに使う土もいつもの再利用の土になります。今回はレインドロップスも水不足にならないように少し水持ちのいい土に植え替えています。表面の土をピンセットで軽く整えたら、レインドロップスの植え付けもこれで完了です。はい、ということで今日はベランダで気になっていたレインドロップスとアリエル、そしてカンテの3種類を植え替えしていきました。それにおまけで新しく購入したガーデニンググッズをご紹介していきました。いかがだったでしょうか。それと前回バスタブ型の鉢に植え付けたナナシの多肉の横にセダムを植え付けています。どのセダムを植えようか迷いましたが、今回は淡い色が似合うかなと思い、ミルクウジを植えてみました。このミルクウジが茂ってくると一層可愛くなるでしょうね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。